おはようございます。ケンです。今週のテスラはかなり重要な1週間でした。決算は予想を上回りました。FSD、ロボタクシー、オプティマスも前に進んでいます。欧州ではモデル Y の販売の回復も見えてきました。ただ、その一方で株価は重いです。市場はテスラの未来に期待しながらも、その未来を作るためにどれだけお金がかかるのかを厳しく見ています。今日はこの1週間を振り返りながら、テスラオーナーの方、そしてテスラ株に投資をされている方が押さえておきたいポイント、これをできるだけわかりやすく整理していきたいと思います。まず結論です。今週のテスラを一言で言うと、未来事業は前に進んでいる。でも、市場は成長コストを警戒している。これが一番大きな構図です。なので、今のテスラは単純に強い、弱いでは語れません。前向きな材料も多いですが、慎重に見ないといけない材料も同時に出ています。まず株価です。今週前半、テスラ株は350ドル台から一時400ドル近くまで反発しました。これを見て、もう底打ちしたのではと感じた方も多かったと思います。ただ、ここはまだ慎重に見るべき局面でした。株価が反発しても、それがすぐ本格的な上昇トレンドとは限りません。短期では強く戻しましたが、50日線や200日線といった中長期の節目はまだ意識される位置にありました。RSI にも短期の過熱感があり、出来高も爆発的というほどではありませんでした。つまり、この時点では強い反発ではあるんだけれども、完全に安心できる局面ではない。この見方が自然だったと思います。そして、その流れの中で迎えたのが Q1 の決算です。今回の決算は数字だけではなく中身がかなり重要でした。売上高は約 223.9 億ドル、ノンギャープ EPS は 0.41 ドルで、どちらも市場予想を上回りました。粗利率は 21.1% まで改善し、フリーキャッシュフローも黒字でした。なので、足元の数字としては安心感のある決算だったと思います。ただ、今回の本当の注目点はそこだけではありません。今のテスラで市場が見ているのは、もう EV の販売だけではなく、FSD、ロボタクシー、オプティマス、これが本当に前に進んでいるのかという点になります。まず、ロボタクシーです。テスラは有料のロボタクシーのマイルが Q1 で全四半期比ほぼ倍増したと示しました。ここで大事なのは、ただのテストではなく、有料マイルだということです。さらに、オースティンだけではなく、ダラスやヒューストンでも展開が始まり、他の都市への準備も進んでいると説明しました。加えて、ロボタクシー専用のスーパーチャージャーの話まで出てきています。つまり、ロボタクシーは構想の話から実際の運用に近い話へ進んできているということになります。次に FSD です。今回大きかったのは FSD のバージョン15が AI4 向けでソフト全体の大きな刷新になると示されたことです。さらに将来的な無監督の FSD の展開も改めて強調されました。一方でハードウェア3では無監視の FSD が難しいとも認めました。これはオーナーにとっても投資家にとっても大きなポイントです。厳しい話ではありますが、逆に言えばテスラがどのハードウェアを本命と見ているのかが明確になったとも言えます。無人運転の本命は AI4 世代、ここがはっきりとしてきました。そしてオプティマスです。今回の決算ではオプティマス向けの工場の準備が Q2 から始まると説明されました。フリーモントやテキサスでのライン準備が進んでいるという話も出ています。ここで大事なのは、オプティマスの話がデモの映像ではなく、工場や生産ラインの話になっているということになります。つまり、夢の話から量産準備の話へ進んでいるわけです。ここまでを聞くとかなり前向きに見えます。では、なぜ株価は重かったのでしょうか？理由はシンプルです。市場はテスラの未来を疑っているっていうよりも、その未来を作るためのコストを警戒しているからです。AI、ロボット、チップ、工場の転換、自動運転、これからかなり大きな投資が必要になります。それが短期的には利益率だったり、キャッシュフローの重しになる可能性があります。さらに、規制クレジット収入の減少リスクや EV の価格競争の継続もあります。つまり市場は
未来は魅力的。でも、それがどれだけ効率よく利益につながるのか、ここを厳しく見ているわけです。オーナー目線で大事だと話もあります。一つはサイバートラックの PCS 問題です。家庭用 AC 充電に関わる不具合が報じられ、無料スーパーチャージャーによる暫定対応も出ています。これは日常の使い勝手に直結するのでかなり重要です。一方で前向きな実用ニュースもありました。スーパーチャージャーの混雑予測改善です。新しい機械学習モデルによって、どの充電拠点がどれくらい混むのか、これをより正確に予測できるようになってきています。派手ではありませんが、こういう改善はオーナー体験にかなり効いてきます。そして、需要面で見逃せなかったのが欧州です。モデル Y が3月の欧州販売ランキングで首位に返り咲きました。さらにギガベルリンでは増員計画も報じられています。これは少なくとも欧州でテスラの需要が完全に崩れているわけではないことを示しています。ただし、ここも大事なのは販売台数だけではありません。どの価格で売れているのか、利益率がどうなのか、ここまで見ないと本当の意味で強いとは言えません。今週のテスラを整理するとかなりわかりやすいです。決算の数字には安心感がありました。FSD、ロボタクシー、オプティマスは構想より一歩進んで実行フェーズに入り始めています。欧州ではモデル Y の回復の兆しもあります。一方で市場は大型投資、利益構造、価格競争を厳しく見ています。オーナー目線ではサイバートラックのようなハード面の課題も引き続き注意が必要です。つまり今のテスラは未来は前進している。でもその未来をどう利益につなげるか、これが次の焦点です。そういう局面だと思います。皆さんは今週のテスラで一番重要だったポイントは何だと思われますか？決算の数字でしょうか？ FSD やロボタクシーの進展でしょうか？それとも投資負担への警戒でしょうか？ぜひコメントで教えていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。通信です。本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 400.62 ドルで、今週末が 376.3 ドルということで、下がるが正解となっております。では、アンケートの結果を見ていきましょう。今回は469票いただいております。ありがとうございます。結果ですが、上がると答えられた方が一番多くて 70% ですが、正解は下がるが正解なので、22% の方が正解となっております。では、次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが、5名の方が正解です。そして連続正解ですけれども、現在、ダルさんが3週連続となっております。ダルさん、今度こそ4週連続期待しています。そしてこのアンケートですけれども、4週連続正解された方に、今は社内で使えるカークリーナーをプレゼントしています。ぜひ皆さん参加の方されてみてください。そしてこちらのアンケートですが、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさ、これを実感してもらうということです。株式投資は株価予想など色々とあると思いますが、実際に毎週やることでその難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし、毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと、毎週考えることで、自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube では、テスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そして他の方のコメントもぜひご覧になってみてください。そうすることでそういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったら、いいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じてご自身
の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで、本日もアンケートしますので、ぜひゲーム感覚でも大丈夫ですので参加されてください。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。締め切りは明日までです。はい。ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。